かりました。今回この場所には佐野さんが雑木を使ったお庭を作っていきます。雑木を使ったお庭は現在の日本では最も流行している日本庭園の形です。日本庭園において自然の風景を参考にしてお庭を作るということがはるか昔から続く重要なコンセプトの一つです。そのコンセプトのもと、古典的な庭では自然の風景を抽象化し、池を海に見立てたり、石を山に見立てたりしてきました。そのような時代から日本庭園も変化をし続け、より自然に近いものとなっていき、そして自然の森や林の中にある風景を切り取り、そっくりそのまま家の庭で再現するという形が現代の日本では好まれるようになってきました。それが雑木の庭だと個人的には考えています。コナレやクヌギ、イロハモミジ、青玉など使う樹木も森の中に生えているものを使います。もちろん全ての生態系をここで表現することはできませんが、生態系に関しても森や林の中と同じになるように意識をしています。まず背の高いコナラやクヌギを先に植えます。これらの樹木は日光に比較的に強いため、庭の高い位置で日差しを受けるようにし、そうすることで庭全体に影を作り出すようにします。そして逆に日光に弱いモミジなども、それらの樹木の影の下に植えることで細く育てるようにしていきます。このような庭で重要なことは、出来上がりが完成ではなく、5年先、10年先を見据え、維持管理をしていくことです。
そうすることで木々や草花の成長と一緒に理想とする自然の景色を作り上げていくことができます。このような考え方は日本庭園らしい考え方ではないかと思います。今回オーナー様の配慮で1年後の様子を撮影させていただくことができました。まだ大きくは変化がありませんが、草木が少しずつ大きくなり、庭全体が馴染んできたなという印象です。ここからしっかりと樹木が根を張った時に、またどのように変化していくのか、それもまたお届けできたらいいなと思います。ここは川越に新しく建てられた温浴施設。現状はただ木が植えられているだけの場所なのですが、レストランから見える景色であるため、もう少し力を入れたお庭にしたいというご要望でした。田中さんはこれまで綺麗な日本庭園から奇抜な日本庭園まで数々の日本庭園を作ってきました。日本を超え海外でも数々のお庭作りをしています。そんな田中さんがよく言われることは、想定外のものを作るということです。日本には綺麗な日本庭園が街の中の至る所にあり、多くの日本人にとってその景色すら当たり前となってしまっています。そのため、このような多くの人が出たり入ったりするこのような商業施設では、想定外なものを作り、目を引き、興味を持ってもらうことが重要だと彼は考えます。私も田中さんのお庭作りを見ていて、次にどうなっていくのか全く見当がつきません。私にとっても全てが想定外です。田中さんは何といってもその仕事のスピードとクオリティが圧倒的です。
おそらく日本でもトップレベルの速さだと思います。田中さんの動きは速く、そして次に何をするのかわからないため、どうしても気になってしまい、常に彼を目で追ってしまいます。おそらく田中さんの存在自体が想定外なのでしょう。だからこそみんなが彼を追ってしまう。そんな想定外な男、田中直樹の想定外な日本庭園でした。拠点は京都の庭師さんですが、今回静岡という地域まで行き、施工をすることとなりました。お施主様もお庭への強い思いがある方で、渡辺さんとお施主様お二人で一緒になって材料を選び、二人三脚で今回のお庭の完成まで進めてきました。渡辺さんの特にすごいところは、渡辺さんらしい独自の世界観をお庭の中でしっかりと作り上げるという点にあると思います。今回制作したお庭は、蝶々鉢が1つと赤松が1本、そして飛び石があるというシンプルな設計です。シンプルなお庭というのは一見簡単そうに見えますが、シンプルだからこそごまかしが効かず難しいものとなります。ただ図面通りに石を据え付け、松を植えたとしても魅力的な日本庭園は出来上がってきません。渡辺さんは石の向き、高さ、角度、この一つ一つに対して真剣に向き合いながら作業を進めていきました。今回のメインとなる蝶々鉢の石も設置するのに何度も据え付け直し、いろいろなことを試しながらじっくりと据え付けられていました。
これらの石は簡単に手で動かせるものではありません。そのため些細な調整も本当に大変で手間がかかります。実際にこの蝶々鉢の設置には3時間ほども時間をかけられていたと思います。しかしそこまで時間と労力をかけてでもこの石をかっこよく設置したい。そしてお施主様にとってもこの場所を素晴らしい空間にしてあげたい。この執念とも呼べるこだわりを持って少しずつお庭を作り上げていきます。クリエイターおのおのの世界観というのは突き詰めて洗練し、これをやり続けることで生まれてくるものだと私は考えています。そういう点で石一つ植木一つ下草一つに対してこだわりの積み重ねを続けているからこそ渡辺さんらしい独自の世界観のあるお庭が出来上がってくるのかなと感じました。暑い日も雨の日も一歩ずつ精度を高めるその姿にかっこいい庭師の一面が見られました。